はい、皆さんようこそいらっしゃいました。心のサプリキモトークです。今日はコンプレックスとの向かい合い方、それに対するメッセージを発信したいと思います。どうでしょうね。皆さんもなんかコンプレックスって持ってますか？でコンプレックスってね、非常に人生の中で暗い影を落とすんだけれども、ただね、そのコンプレックスの大半はね、大半はっていうかもう全てと言ってもいいのかな、皆さんの思い込みです。それはね、主観によるもの。だからほら、整形手術をすごく繰り返しちゃったりとかね、あとものすごく痩せてるのにもっと痩せないとって言って拒食症になっちゃったりするような人とかもいるように、あれはね、本人が納得できてないわけだよね。なんでかっていうと、心の中に問題があるから。外見がどん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 とゴールに近づいていっても、そのゴールの方がどん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 と遠ざかっていっちゃうわけよ。ね、なんでかっていうと、そのゴールって永遠に訪れないんだよね。心の中に闇があるからね。そういったようにコンプレックスっていうものはね、実はその心の中にあるそのコンプレックスを何とかしないと、これってなかなか解決しないんですよ。で、今日はね、前回の動画でも言ったように、そのコンプレックスから解放されるようなおまじないになるような、メッセージをね、発信できればなと思います。だからね、みんなの心に響いてくれたら嬉しいんだけれども、僕がね、このコンプレックスは思い込みだよっていうのにはちょっと理由があってね、僕もね、そういう経験があるんだけど、これはね、コンプレックスっていうのは、自分でこうならねばならない、こうあるべきだっていうようなモデルがね、自分の心の中にあって、そのモデルと自分との間になんかギャップがあったりすると、それがコンプレックスになったりするんだよね。だから例えばそうだな、自分よりもすごく美人な人や頭のいい人やお金持ちなんかを見た時にね、ああ私もあんな風に綺麗になりたい、でも私はそうじゃないしとか、僕もあんな風に頭良くなりたいけどでも僕はそうじゃないしとか、あんな風にお金持ちになりたいけどとか、なんかそういう風な形で自分の理想と自分との差を感じた時に、それがそのまんまコンプレックスになる。この辺はどうかな、ね、どう思うみんな。共感してもらえるかな、そんなもんじゃないかなって僕は思うんだけどね。でね、ただこのコンプレックスっていうのは人によって A さんの持っているコンプレックスと B さんのコンプレックスって違うしね。 B さんから見たら A さんってすごく理想的なんだけども、でも A さんは自分のことが全然納得いってなかったね、なんか自分にコンプレックスを持っててっていうこともいっぱいあるでしょ。だって A さんと B さんの価値観って違うわけだからね、絶対的な共通のルールなんてないわけよ。みんながみんなそれぞれの理想、それぞれのコンプレックスを抱えている。だからコンプレックスっていうのは言い方を変えるとすごく主観的で、何の共通的な要素もないし、個々の問題だっていうことね。であればそこに解決の糸口っていうのがあるんだけどね、僕ね、こういう経験をね、昔したんですよ。うちは家がね、こういった感じで、私生まれながらに神様のね、御用をするうちに生まれて、だから神職の家系でしょ。で、私自身も今はね、こうやって神様の御用にお使いいただいてるわけだけど、生まれた時にね、やっぱりね、僕ってね、親が厳しかったのね。やっぱりほら、参拝者の人はチヤホヤしてくれるしさね、お坊ちゃんお坊ちゃんみたいな感じで僕のこと扱ってくれるわけ。だからそこで僕が変なプライドを持たないようにっていうことなのかな、すごくね、親が私に対して厳しかった。で、特にね、参拝者の人がね、僕にね、お小遣いくれたりギフトをくれたりするような時があるのね。そういった時にそれを受け取ったらもうすごい怒られるの。バーンってね、後でもう引っ叩かれちゃう。それぐらい私はね、厳しく育てられた。だから私はそうやってね、お小遣いとかをくれたりね、袋にお金を入れてどうぞってもらったらね、いやいやいりませんって、いりませんってね、本当は欲しいんだよ。本当は欲しいんだけど、家で結構ですって断れなさいっていうね、ことをね、ずっとそうしつけられてたの。子供の頃から、こんなちっちゃい頃からだよ。ね。だから本当は欲しいんだけど、いや、いりませんって断る癖がついとったわけね。でね、とにかく人から何かをもらうとき、人から何かを勧められたとき、とりあえず断る。そういうふうなね、しつけを受けてたんですよ。で、そうするとね、これね、なかなかこのルールがなんていうのかな、体に染みついてしまうと、今度ね、なかなかちょっと面倒くさいことになってきてね、例えば家族みんなでどこかね、レストランに行きますとかね、そういったちょっと今日は外食で外に行きましょうって言ってね、食事をしに行くことが時々あったんだけどね。
でそういった時にね、親がねこうやってメニューをね見せてね、どれでも好きなものを注文しなさいって言うんだよね。どれでも好きなもの食べなさいって言ってくれるわけだけどね、僕そこで計算するわけよ。だから遠慮しなさいっていう、そういうルールが心の中にねもうインプットされてるからね。そうするとね、子供だけどね、いろいろと計算するわけ。ああ、僕本当はこのステーキが食べたいけど、でもちょっとこのステーキ高いなってね、なんかこれは選んじゃいけないような気がする。じゃあちょっとこっちのハンバーグにしようかな。あ、でもこれもちょっと高いな。じゃあこのスパゲッティにしとくかとかね。で今度スパゲッティの下になるとね、なんかもうちょっと安いサンドイッチとかあるんだけど、でもこれ選んだらちょっとわざとらしいな。じゃあまあやっぱりこのスパゲッティぐらいにしとこうかなとかね。子供なのに僕そんなこと考えてた。で本当は食べたいのはこのステーキなんだけど、そこは我慢してスパゲッティにする。そんな子供だったんだよね、僕はね。でね、僕のね3歳下にね妹がいるんですよ。で妹はね、私と比べるとねもうちょっとはつらつと育てられたので、やっぱりほら私は長男でしょ。でも妹は女の子だしね、3つ年下だしね、そういったことでね、割とね私ほどそれほど妹は厳しく育てられてない。世間一般の家庭で言ったらそれでも相当厳しいよ。妹も相当厳しく育てられてるけど、でも私ほどじゃなかった。でそうするとね、妹はね好きなもん注文するんだよね。もうステーキが食べたいと思ったらステーキ注文するし、ハンバーグが食べたいと思ったらハンバーグ注文するんだよ。でそれを見てて僕がどう思ったか。わあずるい、妹ばっかりずるい、そういうふうに僕は思ったんだよね。僕だって好きなもの注文すればよかったの、今にして思えばね。だって親は、ね、子供たちに我慢させようなんて思ってない。好きなもの注文しなさいって言ってるわけだから、条件は一緒なのよ。妹も僕も好きなものを頼めばよかった。でも僕は頼めなかった。なんでかって言ったら、自分の心の中にそういうルールがもうできちゃってるからなんだよ。自分のルールが自分を縛るわけだよね。でそれで自由に選択をしている、ね、自由にチョイスしている妹を見て、わあこいつずるいって思った。なんでずるいと思ったか。それはねこういうことなんだよ。僕だってそのステーキ食べたいよ。でも僕我慢してるんだよ。ね。本当はそのステーキ食べたいけど、でも僕も我慢してこのスパゲティを食べるのに、なんでお前はその僕の食べたいステーキを食べるの？なんでそんなに自由に、自分の好きなものが頼めるのってね。そういう感覚だよね。それをね私は妹に持ってた。だからね、妹ってなんかすごく自由でずるいなって僕はね子供の頃思ってたんだよね。でもね大人になって分かるんだけれども、それってずるくもなんともないんだよ。ただ単に僕が自分自身で決めたルールで自分自身を縛って息苦しくなっちゃってただけなんだよね。でそれは元を正せばそのね親からのしつけだったのかもしれない。とにかく遠慮しなさいね、そんなわがままを言っちゃダメとかね、欲しい欲しい欲しいって言わないようにね、我慢しなさい我慢しなさいっていうのがだんだんとそういった形で僕の心の中に蓄積していったわけね。でもね僕の場合はそれが幸か不幸かだんだん大人になるに従って、割れてある程度自分の中でバランスが取れてきて、それはそういったことだったのかな、あの時普通に僕も注文すればよかったなみたいな感じで落ち着くことができたんだけど、中にはやっぱりすごく素直で、なんかわけのわからないそういったルールっていうものをすごくなんていうのかな、自分の心の中に真面目に守り続けちゃう人がいるんだよね。でそういった人っていうのは自分のことをすごくね無価値な存在に思い込んじゃったりするような重症化するケースもあるわけ。それはすごくね心がピュアでなんていうのかな、真面目な人、そういった人に多い。だからね私の知り合いでもうね、私のところにいろいろとこう相談を持ちかけてくれる子たち、メールとか電話とかそういった形でいろいろな人から悩みが持ちかけられてくれるけど、みんなすごいいい子、もう本当になんでこんな純粋なんだろう、なんでこんな真面目なんだろうっていう子が苦しんでるの。だからねすごく僕はね残念に思う。だってものすごくだってその子たちはいい子なんだもん、ね、なのにその自分自身のなんて言うんだろう、そういったストイックなところであるとか折り目正しいところとかなんて言うんだろう控えめなところとか、そういった評価っていうのが自分自身にできないんだよね。で自分の弱点ばっかりを見ちゃうわけ、だからねさっき私が自分自身で自分を縛ってそれで自由にしている妹のことを僕はわがままだと思ったように、みんなも自分自身のことを
なんていうのかな、こう取るに足らない存在だとかダメな存在だって思い込んでいたとしたらね、それはかつての私が思っていたような感覚のように、自分自身の世界観、自分自身のルールによってそういう評価をしているというだけで、世間一般の人は君たちのことを必ずしもそう見てないから。まずはね、自分自身がそういった自分自身にかかった心の魔法をね解くように、考え方をね、思考のトレーニングをしていかないとダメだからね、それのお手伝いを僕するからね、まず今日はその取っかかりとして、それはね、君たちが思っている自分たちに対する負の感覚っていうのは全部まやかしだから、一旦忘れましょうね。で、例えば私のかつて思っていたその息苦しさっていうのは確かに、親からそういった教育を受けていたし、そういった種をまかれたのは事実だからね。私はその種が大木になる前になんとかこう自分で抜いたりとか、なんかちょっと違うところに移植したりとか、確かにそういう控えめであること、ね、何かを遠慮する心を持つということは、それはね大切。だってわがままに何でも何でも欲しい欲しい欲しいっていう人よりも、そういう控えめな人の方が人生で得をすることが多いからね。だって周りの共感が得られるから。おそらくはそういった振る舞いを身につけてほしいからという親の希望もあったわけでしょう。それはすごくね、僕の上では今プラスにはなっている。だから、もしね、皆さんがなんか訳もわからないような感覚によって自分自身をそうやって縛っていたり、無価値な人間だって思っていたとしたら、それはね、もう今日を限りにちょっと考え方を変えましょう。それはね、私が断言する。それはみんな勘違いです。忘れてください。で、ここから君たち自身の心の中にある輝きにね、少しずつ少しずつね、気づいていってほしいと思う。まずね、一つ言えるのは、君たちはすごく真面目。それから向上心もある。ね、そうやって自分自身の嫌いなところが見えるということは、それは向上心の表れなんだよ。だって目標と自分との間にこれだけの差があるっていう現状認識に立ってるわけでしょ。これはストイックな人がやるんだから、ね、この間の動画でも言ったけど、傲慢な人ってこういったことに気づかないからね。で、君たちがダメだダメだって思っている、その感覚そのまんま、私がね君たちをね尊敬しているポイントだよ。それだけ君たちは自分たちをそうなんていうのかな、ストイックに見ているっていう段階でね、それは傲慢な人間よりもだいぶ私はね好感が持てる。だからね、そういった素晴らしさをみんな持ってるんだから、まずはそれを自分の心の中に、私って真面目な人間なんだ、私は心がピュアなんだって、木本奥さんがそうやって言ってたもんって。そんな些細なことでもいいから、何かそれを自分の価値としてちゃんと握っといて、それは本当だから、君たちは素晴らしい存在だから。だからそしたらね、自分自身の心の中のそういった自信が少しずつ少しずつ膨らんでくるとね、そういった自分にかけられていたいろいろなまやかしみたいなものがだんだんとこう霧が晴れてくるんだよ。自分自身にね自信が持てないとなかなかこういう現象って起こってこないの。だって目を閉じたって耳を塞いだってね、自分からは逃げられないでしょ。心の中の自分の叫びから逃げることはできない。だからそこは思い返っていくしかない。自分自身の素晴らしさに気づいていくしかないんだよ。自分自身で気づけないんだったら、僕が動画を介して力強くメッセージを発信していってあげるから。だからそんなこと言っても僕こんな風にダメな人間なんです。僕はねそんな風に言葉かけられてもこんなにダメな人間なんですよ。もしそんな風な思いがあるんだったら、どんどんここにメッセージを送ってよ。僕は全部論破してあげるから。君たちっていうのはね、本当に素晴らしい存在、価値のある存在なんだよ。だからそれにまず気づいてください。まずね、価値のない存在をね、わざわざ神様はね、この世の中にね、生まれさせたりしないから。神様はね、無駄なこと一切されないから。君がここに存在しているっていうだけで、それには必ず意味があんの。もうこれはもう本当にもうそれはね力強く言っておきます。なのでまずはその君たちが心の中で自分で作り出した何らかのルール、それは何らかの根拠があったのかもしれないね。私のその勘違いが親の教育から来るその厳しさから来る振る舞いであったかのように、最初になんかそういうある種のきっかけがあったかもしれないけど、そのきっかけというものがだんだんとこうネガティブな方向に枝を伸ばしちゃって、今それが自分の首を絞めているのが今そういったネガティブな感覚で苦しんでいる君たちだからね。それをなんとかこう乗り切っていくようなことをね、お互いにこれから動画を介してメッセージをやり取りしながら克服できるように頑張っていきましょう。でそうするとね、同じような体験をした人、そういった人たちが同じように動画を見てね、なんかそこからヒントを得るかもしれないので、そういった形でね、この動画をうまいこと利用してみんながハッピーになれるように、そんな風な感じのチャンネルになっていけばいいなと思ってますので、今後ともどうぞご視聴の方よろしくお願いします。じゃあまた次の動画で会いましょう。さよなら。